豊田章男会長が入ってきました。これより豊田工業学園の卒業式が行われます。巣立っていく学園生たち、どんな思いが込み上げてきているんでしょうか。私にとってはここにいる卒業生229名全員がトヨタの子です。本日をもって私たち専門部35期生、高等部77期生は卒業します。愛知県豊田市にある豊田工業学園。認定職業訓練を行うトヨタの企業内訓練校です。80年以上の歴史を持ち、これまでおよそ1万9000人の卒業生を送り出してきました。高等部は3年間でトヨタのものづくりの基礎や生産方式などを学びます。また授業を通して通信制高校の単位を取り、高校卒業の資格も取得できます。さらに学園生には生徒手当や年2回の特別手当が支給されます。これ向き変えたんだけど逆かな。今年度の3年生は105人、4つのクラスに分かれています。3年生は卒業と同時にトヨタの正社員になります。そこで在学中から配属予定先での職場実習もあります。この日、車体塗装の現場で実習を受けていたのは3年生の酒井優斗さん。青年技能者が競う技能五輪の全国大会に学園生としてただ一人出場しました。やっぱりトヨタの名を背負って世界に挑んだり、視覚でいうと全国の皆さんと出会ったりして、競い合っていく場なので、そのトヨタの名を恥じさせない、あと、学園生らしい明るさ、元気がいい部分であったり、そういった面では人間力を高く、なっていきたいなと思ってます。酒井さんは長崎市の出身。なぜ地元を離れて学園への入学を決めたのでしょうか。あまりこういうこと誰にも言ってないんですけど、父と母の存在が大きかったですね。やっぱり自分家庭的にはあんまり不便な暮らしとかはなかったんですけど、お父さんお母さんには自分のわがままをずっと聞いてくれてて、本当に負担をかけすぎてるってことを中学1年生の頃に実感して、これ以上本当に負担をかけたくないなってことで、ここなら親の負担も減らせるし、自分としてもトヨタ自動車で働けるから嬉しいなってことで入学しようと思いました。この日、別の場所では卒業制作を発表していました。アットマークを探しています。発表しているのは専門部の学園生たち。専門部とは高校卒業生を対象とした1年間の企業内教育コース。今年度は124人が在籍しています。発表の準備をしているのは梅木修也さん。山形県酒田市の高校を卒業した後、専門部へ入学しました。父親の影響で保育園ぐらいから好きで、車を最初は見るのが好きだったんですけど、だんだんと知識が増えるにつれて車の改造したりとかそっちの方にも興味出てき始めて、トヨタ自動車に行きたいなと思ったのはやっぱりハイブリッド技術とかで世界を引っ張っていく存在だっていう、そういうキャッチコピーでやってたので、そこに惹かれて
僕トヨタに行きたいって思いました。学園生は全員が一つの寮に入り生活を送ります。梅木さんは学園と話し合ってこちらに寮に運転体験ができるゲームを置きました。自分が今車好き同好会っていう同好会を立ち上げまして、こう自分みたいなすごく車好きで来たっていう人もいれば、トヨタちょっと安定してるからっていう人もいたので、その安定してるから来たっていう人はなんか少しちょっともったいないなと。なのでこうもっと車好きになってもらって仕事にもやっぱりつながると思ったので、そこで興味を持ってもらおうっていうことで。朝早くから夜遅くまで仲間たちと過ごす学園生。今年度は専門部、高等部合わせて229人が卒業します。卒業前セミナーお願いします。はい、着席してください。この日から正社員、そして社会人としての心得を学ぶ授業がスタート。ものづくりのプロを育てる上で学園が大事にしていることは、トヨタ工業をもう愚直に実行できる。ただトヨタ工業ってなかなか生徒には伝わる言葉じゃないと思うんですけど、それを具現化したのがトヨタウェイ2020だと思うんですね。一番最初に誰かのためにでずっとあって、最後にありがとうを声に出そうっていう形で非常によくできてるなっていう、特に私の生徒育成で意識しているのはトヨタ工業からトヨタウェイ2020のここの心構えをしっかりと学ぶということかというふうに思っています。はい。学園ではトヨタの社員が指導員としてクラスの担任などを担当しています。現場を知り尽くした会社員が教壇に立っているのです。40年間ものづくり、今人づくりというね、車づくりをやっていく上でも人づくりっていうのをやってたんで、大きく違ったりはしないです。ただすごくこれから職場へ配属っていう生徒ですんでね、社会人として職場でそういったことは意識して伝えているつもりです。はい。卒業式の練習も始まりました。式典には秋尾会長などトヨタ関係者、そして保護者や来賓など1000人もの人が参加します。卒業生起立。さらにこの日、式典で登壇する学園生が発表されました。卒業生を代表して代表挨拶。高等部酒井優衣と。はい。お願いします。ありがとうございます。今から原稿作るんですかね。いえ、持ってます。持ってる。はい。ありがとうございます。3カ年会期営業に高等部ね。春の日差しが感じられる。式典で感謝の気持ちなどを述べる卒業生の言葉。これまで学生会の会長が発表していましたが、今年は希望者を募り選考を実施。選ばれたのが酒井さんの言葉でした。早速発表の練習が始まりました。酒井さんと一緒に参加したのは高等部3年生の松井良樹さん。酒井さんが万が一卒業式を欠席した時に松井さんが卒業生の言葉を発表します。言葉の選考で最後に残ったのがこの2人。どちらを選ぶか指導員たちも考
かなり悩んだそうです。甲子園出場を目標に練習に励みました。松井さんは野球部のキャプテン。学園生は全員がクラブ活動に参加します。野球部入って一番良かったのはその礼儀とかのその人としてっていうところで一番学べたかなと思います。やっぱ野球部っていうのはそういうしっかりと礼儀とかしてちゃんと敬意を持ってプレーするっていうことが多いんで、やっぱ社会人への第一歩のそのちゃんとした基礎をこの野球部で学べたんじゃないかなと思います。岐阜県から来た松井さんは入学当初学園での生活に戸惑ったそうです。もう最初はめちゃくちゃ寂しくて、もう家族に電話したりとか友達に電話したりとかしてなんとかしました。入学して1ヶ月したらその部活が始まってきて忙しくなったってのもあって、野球にその真剣になれたってこともあって寮生活とか友達とも慣れてすんなりその学園生活になれたかなって感じです。1週間後の本番に向けて繰り返し練習をします。3年間の思いが詰まった卒業生の言葉、どんな内容になったのか注目です。自分がもっと声をかけて同期を奮い立たせることができていたら、この日の昼休みには3年生の女子全員が集まっていました。その中の一人、中井京香さん。学生会の副会長も務める学年でもリーダー的な存在です。男子が多い学園生活について聞くと、意外と昔から男の子と遊んできたりしてたので、あんまり自分はそんな違和感というか今までと変わるってことはあんまりなくて、自分がリーダーをやらせてもらったりする経験の中ではもちろん男子の方が多いのに自分なんかができるのかなって思う気持ちはもちろんあったんですけど、その中でもやっぱ女子だからできないとか、そういうのはあんまり自分が好きじゃなかったので、男子に負けないようにっていう気持ちでは頑張ってました。これ夏で撮ってんの？静岡県沼津市から来た中井さん。入学のきっかけはお父さんでした。幼い頃から父の影響で車がすごく好きだったので、週末になったら父と車いじったり車洗車したりするのがすごく好きで、父とのすごい日常になってたので、そこがあってもう小さい頃からずっと車が近くにある生活だったので、それで自分もその車好きなことを仕事にしたいなってことでこのトヨタ工業学園に入学しました。高等部を担当した指導員は学園生の成長を近くで見守ってきました。ちょっと気持ちとかを今思う。松井は2年生の初めの頃は野球部キャプテンの割に全然声が出なくて、いい子なんですけどもちろん、でもリーダーっぽい子ではなかったので、それを何とかするためにもっともっと前に出る機会を増やしたりっていうことはよくしてて、彼もそれは感じてくれて自分で動いてくれたので、今は本当に前に出しても恥ずかしくないリーダーになってくれたのかなと思いますし、酒井唯斗の場合も、彼クラブの中でキャプテンをやってくれてたんですけど、3年生が引退をして2年生の代ですってなった時はもう何もできなくって、彼も本当に自分で考えてやらなきゃいけないことなんだろうなっていうのを自分で考えてくれて、今のような立場になれたのかなと思います。中井にしても学生会をやってくれていて、その時にいろいろ内情を話してくれる機会があって、やっぱり彼女はハキハキしていて自分の言いたいことをしっかり言える子だなっていうのをその時改めて感じたので、普段からよく本当に明るくてよく話してくれるなっていうふうに思いますね。生徒ではなく訓練生と呼ばれ、学園生活も勤務となる。
企業内訓練校としての厳しさを同期の仲間と共に乗り越えてきました。通い続けた校舎と当たり前のように帰った寮の部屋、その全てとお別れです。ただいまから令和6年度トヨタ技能者養成所トヨタ工業学園卒業式を行います。高等部第77期生 A 組松井良樹、上原レフト、足立颯太、石川優、伊藤岳、上山空、 B 組酒井優斗、青木宏斗、青山亮太、足立颯太、綾田大輔、寺田春人、田中智太郎、中井京香、永田良平、鍋島誠也、成瀬幸也、東本和樹、B 組梅木修也、青山空、浅尾幸太、荒木康生、平健信、上田真紀。認定職業訓練修了証書授与高等部修了者105名、代表野口空、専門部修了者124名、代表梅木修也、修了証書梅木修也、上の者は当社において職業能力開発促進法の規定による次の職業訓練を修了したことを称します。トヨタ自動車株式会社取締役会長豊田章男。おめでとう。ありがとうございます。梅ちゃん、果てしなかつでありがとう。愛知県技能士会連合会会長表彰、以上代表高等部松井良樹。この賞は技能心身学科で他の模範となり、特に技能成績が優秀な訓練生に贈られます。表彰状松井良樹殿、おめでとうございます。ありがとうございます。卒業生の皆さん、ご家族の皆様、ご卒業おめでとうございます。卒業生の皆さん、この壇上から見える皆さんの姿勢、私を見つめる眼差し、本当に頼もしくなりましたね。皆さんのこれまでの努力がその姿に現れていると思います。卒業生の皆さんがこの学園で学んだこと、それは自分以外の誰かを思いやる優しさであり、ここまで育ててくださったご家族への感謝だったのではないでしょうか。トヨタの原点は苦労する母親を楽にしたいという一心で食器の発明に打ち込んだ豊田佐吉の家族への思いです。まさに皆さんが学んだことそのものです。昨年6月、トヨタの子という小説が発行されました。私にとってはここにいる卒業生229名全員がトヨタの子です。なぜならば今の皆さんがトヨタの原点である家族への思いを誰よりも強く感じているからであります。どうか今の気持ちを忘れないでいてください。そして誰かを助けることができる自分ならではの技を磨き続けてください。人としての優しさと独自の技で日本の未来を作るトヨタの子であり続けてください。皆さんならきっとできると思います。卒業生の言葉、代表高等部第77期生酒井優斗。
春の訪れが待ち遠しく感じられる今日、このように盛大な式典を開催していただき本当にありがとうございます。当時中学1年生だった私は家族5人長崎で生活をしていました。ある日父から単身赴任の知らせを聞いた私は、母に苦労をかけたくないと考えるようになっていました。そんな時トヨタイムズの CM に出会い、ここに行けば母が楽になる、自分が自立すれば大好きな父も無理に転勤してまで働く必要はないのではないか。今考えれば何の根拠もありませんが、当時幼かった私はそう思い学園入学を決意しました。思い返すとこの3年間はとても充実した日々でした。中でもキャプテンを務めた部活動が一番印象に残っています。私はバスケットボール部に入部し、1年生のリーダーを任されました。目標は17年ぶりの県大会出場。もっと勝ちたい、もっと活躍したいと高ぶる気持ちを抑えきれず、同期の仲間には何度も厳しい言葉をぶつけました。弱みを見せたくなかった私は誰よりもストイックに走り、声を出し、みんなのモチベーションを上げることに必死でした。やっとチームがまとまり始めたように思えた2年時の夏、私は練習中に足の靭帯を損傷し、長期間運動ができなくなり、地道なリハビリを繰り返す日々でした。ようやく怪我から復帰してもなかなか試合に出られず、仲間との間に大きな壁を感じ、また学園の生活全てにおいてやる気を失っていました。連休で久しぶりに長崎に帰省した時のことでした。家族で夕食を食べていて、何気なく学園の様子を聞かれた私は、楽しいよといつも通りに答えました。しかし私の心は見透かされ、母からは辞めたくなったら辞めてもいいよ、戻ってきても大丈夫とまさかの返事が返ってきました。しまった、両親を楽にするために学園へ入学したのに逆に心配をさせてしまっている。母親の凄さを実感すると同時に、もう一度入学当初の熱意を持って頑張ることを決意しました。そして迎えた最後の大会、仲間と共に最後まで戦うも県大会出場まであと一歩のところで力尽き敗戦。目の前で悔し涙を流す同期、今まで懸命に指導をしてくださった監督の顔を見たら、私も自然と涙が止まりませんでした。指導員の皆さん、3年間常に親身になって声をかけてくださったおかげで今の自分があります。自分たちのためにいつも全力で指導をしてくださり、本当にありがとうございました。本日をもって私たち専門部35期生、高等部77期生は卒業します。お父さん、お母さん、もう心配しないでください。私には固い絆で結ばれた最高の仲間がここにいます。この先どんな苦難があっても必ずこの仲間と共に乗り越えていきます。後輩のみんなへ、この学園で出会った仲間を大切にしてください。この先どんなに辛いことがあっても必ず自分の支えとなってくれます。最後になりますが、私たちはこれから誰かのために行動できるかっこいい大人になることをここに誓い、卒業生の言葉とさせていただきます。令和7年2月17日、卒業生代表高等部第77期生酒井優斗、3年間ありがとうございました。おめでとう。仲間ができたらいいね。はい。これからも両親大切に。はい。ね、頑張れ。豊田会長、ありがとうございました。お席へお戻りください。
明夫さんがこの学園の卒業式に出続ける理由は何ですか？お父さんだからじゃない。それにね、いやお父さんと思ってると思うし、お父さんって必要なんですよ。だと思いますけどね。お父さんからご覧になって。いや最初は私出てなかったんですよ。ですけどいろんな人がね、いやこれは会長、当時社長が出た方がいいんじゃないの、ということで、なんか僕これはね肩書きじゃないような気がしますね。それでね、学園生とねいろんな職場でも会いますでしょ。会った時にやっぱりね、その間の空白なしで会えるんですよね。それで空白なしで会話ができる。これはねやっぱり肩書きとかいうことじゃなくて、お父さんという役割がなせる技のような気がしますけどね。お父さんから見て巣立っていく卒業生たち。いや毎年毎年ね本当に頼もしいっちゃ頼もしいですよね。でも僕が一番好きなのはね、あそこの場で本当にすごいでしょ、卒業式の現場で、あっちで写真撮影の瞬間にね、普通のティーンエイジャーに戻るんですよ。あの瞬間が好きですね。だから僕写真撮影の前はね、はい普通の子供に戻っていいよと。でその時のなんかほっとした感じ、あれがなんか好きだし、あれを楽しみにやってるって感じですね。だから声も直接おかけになってるし。そう。じゃあお父さんですので、卒業おめでとうございます。ありがとうございます。今後とも会社のお世話になってよろしくお願いします。私たちが明夫さんに話を聞いていた頃、別の場所では酒井さんと松井さんがメディアに囲まれていました。工場のラインの方ではないんですけど。取材を受けてめちゃくちゃ緊張しました。あんなに囲まれることないんで、もうバチバチでしたね。やばい。あかんなあれは。やばい。緊張。あそこでしっかり答えできたの。多分できんかったな俺ら。前までできんかったで。そして式典が終わると保護者との面会の時間です。知らんね。お疲れ様です。まさか2人も呼ぶとは思わんかったわ。お父さん、いかがでした？良かったです。代表挨拶してました。よく頑張りました。内容はどうでした？内容が一部違うところがあったと思います。なんですね。ない全部本音。全部本音。うんじゃない。じゃない。最初心配でですね、この3年間でマリの仲間にいろいろ助けてもらったかなと思います。ありがとうございます。お母さんへの感謝の気持ちがすごく強いみたいですけれども。はい、びっくりしました。そこまでとは思ってなかったんですけど。隠してたから。ただそうですね。中学3年の時に行くって急に言われたんで、もう反対しました。今日の姿を見ていかがでした？もう立派になったなって感動しました。やっぱりこの3年間で変わりましたか？変わりました。次男なんで、もともとちょっと頼りないところが多かったんですけど、立派になりました。ありがとうございます。この家族の前で代表挨拶をしたわけですけれども、もちろん卒業生の前でもそうですけれども、どんな思いでした？はい、まあ本音ね、本音だよ。本音だからね。本当に、母からも最初母からの勧めでトヨタイムズ知って、その時は無心だったんですけど、もう本当にここに来るまで入学決めるまではずっと父は分かんなかったんですけど、陰ながら支えてくださって、母からは反対も受けてて、最後の最後は一緒に福岡まで長崎から行った時は本当に支えホテルでも温かい言葉をかけてくださったり、受験の行くところの会場まで本当に温かく見守ってくれたんで、本当にあの頃の支えがあってここまで入学して、かつもう帰った時とか本当に美味しいご飯を毎回食べさせてもらって元気に生活できてたんで、本当に感謝しかないです。
どこにいるの？省略するわ。全部は長い。あれ？長いじゃん。あれだ。まとめて。また後でいいわ。なんで？お父さんへ18年間ありがとうございました。入学した時は本当に言わればっか書いていたんですけど、お父さんの経験とか聞いてとても励まされてました。小中と岸田県まで行ってくれて、本当にそのサポートしてくれてなかったら最高の友達とかいい環境でいい体験をすることができてなかったと思います。自分が一番尊敬できる人はお父さんです。お父さん声が出るように今後立派なトヨタパーソナリティ頑張っていきます。今までありがとうございました。頑張れよ。母さんへ、まずは28年間育ててくれてありがとうございました。入学した時はもう寂しすぎて電話ばっかしてて本当に心配と迷惑をかけたなって今で思ってます。小学校はもうずっとお母さんが一番辛い思いしてて辛い思いをしてまで遠くまで連れてったおかげで全国という経験もできたし、一番いい環境で育ててもらったなと思います。もう最高のお母さんで、今までは人前でなんかあんま目立つなとか言ってたんですけど、全然恥ずかしかっただけでとても最高なお母さんだと見守ってます。これからもよろしくお願いします。いやありがとうございます。いいね、ちょうど。19年間育てていただいてありがとうございました。無事に社会人になってくれて嬉しいです。いろいろあったけど、いろいろあったけど、あったかな。いろいろあったけど、大丈夫。ここからスタートだ。大変だと思うけどね。地元からもだいぶ離れてるし、すぐにポイっては来れないけれど、ちょっと体に気をつけて、はい。コミュニケーションは大事です。はい。連絡も大事です。はい。ほうれん草大事です。はい。肝に銘じます。はい。帰ってから読んでください。はい。ありがとうございます。帰ってから恥ずかしい。お母さん今の率直なお気持ちは？率直な気持ち。なんだろう。卒業式。お疲れ様ですね。はい。ちょっと待ってください。涙で。涙で。よかったですよ。大変だった。だった。まだね、これからトヨタで働いてやっていかないといけないので、頑張ってください。元気。はい。明るく。はい。前向き。はい。その後、卒業生たちは学園へ。3年間通った校舎で過ごす最後の時間。はい。おめでとう。ありがとうございます。指導員から卒業証書が渡されました。川上。はい。同時に社会人の証でもある社員の帽子も。ありがとうございます。
書の配布をしていきます。でその後、時間次第ですが、みんなから一言ずつ決意を述べてもらおうかなと。今日時間があるからです。酒井優斗。はい。よっしゃー。卒業証書酒井優斗殿以下同文です。ありがとうございます。今回は多治見や多治見。多治見です。五輪頑張ってください。五輪や。ありがとうございます。ありがとうございます。酒井はみんなが助けてくれたおかげで、ここまで卒業生代表の言葉まで言えることができました。本当にありがとうございました。で、自分が一番後悔してたってことを、ここで言いたくて、自分は本当に何でしょう、みんなからよくやってるねとか頑張ってるねとか言われて、正直僕嬉しくなくて、そういう頑張ってる何でしょう、いい子ぶってるっていうんですかね、僕がいい子ぶってるせいで僕から見てバカしてる、スカイとかシリュウとか本当に怒られてるのを見て、僕もあんな感じでふざけてずっと遊びたいなっていうのをずっと思ってて、できれば卒業式鍵子の卒業式後も遊んだりして遊んだりして本当に今後も付き合っていただけたらなと思ってます。本当にありがとうございました。中井はね、いろんなね逆境というかいろんなことをね言われながらも1000の AD でね総括を務めてもらって、そういう経験も生かしてもらって、職場でもね明るく元気に仕事してね頑張ってくれてる部分を見てるので、今後も君の明るさと元気よさでねぜひ職場を明るくしてください。はい、卒業おめでとう。ありがとうございます。自分は上郷工場の加工ってところで配属になるんですけど、そこは女性がいないってことで、さっき箕面市でも言ってくださったんですけど、私はどんどん偉くなって今まで女性でいなかった職員になるのがこの会社での夢なので、最後までずっと働き続けてすごく憧れられる人間になれるように頑張っていきます。ありがとうございました。ありがとうございます。こぶっちゃいますし、どうですか？はい、おめでとう。で、これを俺がかぶせばいいんだな。はい、頑張ってください。あるかな。あるかな。はい、おめでとう。ありがとうございます。3年間ありがとうございました。自分は、野球部の主将だったり騎手だったり AD だったりクラスリーダーだったりと、いろいろな役をやらせてもらって本当に感謝しかないんで、本当にみんなに支えてもらったなって感じで、野球部で、一番残ってるんですけど、やっぱこのクラスにいる3人は最後背番号もらえずに一緒に戦えなくて悔しかったんですけど、やっぱスタンドでこの3人が応援してくれてる時にはでも頑張ろうって気持ちだったし、最後みんな中継見てくれてて応援してくれてて分かると思うんですけど、自分の打席で終わってしまって本当3年生には申し訳ないなと思ってて、本当に仲間に感謝するしかないんで、これからもよろしくお願いします。本当にありがとうございました。一夜明けて住み慣れた部屋ともお別れ。門出を前に思い思いの時間を過ごします。3年間やっぱここで住んだので、次入ってくる人がちょっとでもいい気持ちになれるようにって思いながらやってます最初のうちはコロナでみんなと部屋で集まるってこともできなかったんですけど、最後の方はみんなで集まってここでお菓子食べたり、中学校の時の話したりして、それが思い出ですかね。みんなで真ん中のコミュニケーションスペースで集まるだけじゃなくって、
部屋だと、全体では話せないこととかも話したりするので、それはすごく思い出です、この部屋の。ないの？みんな回ってるんですか？いやもうあれですね、もうあったやつに同好会にみんなはもらった感じですか？もう同好会はほぼいやもう本当は教室の、掃除しないといけないんですけどちょっと抜け出します。よしきありがとう。何が釣りたかったのかありがとうよしき。これ使われるな。いや気持ち悪い。ごめんなさい。使われるこれ。使われる。一番仲良かったの？一番仲良かったです。じゃあ寂しい。イエーイ。俺が一生かけて綺麗にしたこの環境な。当たり前だろ。俺やぞ。共有スペースの掃除をして荷造りを終わらせて配属先の職場の寮へグループに分かれて移動です。後輩や指導員に見送られながら寮を後にします。あ
It's all in our hands, this life of time that's given to us all. It gathers round each night, each morn. We watch it pass and grow. It is all in our hands, it is all in our hands. With every field and rising sea, can hear the sounds of all, and with every change we'll always be where hope's not lost but found. It is all in our hands, it is all in our hands.柔らかな春の兆しが感じられるこの日に、私たち専門部35期生、高等部77期生のために盛大な式典を開催していただき、本当にありがとうございます。私は6歳の頃から野球をやらせてもらっていました。中学生の時には岐阜県に住んでいたにもかかわらず、より良い環境で野球に取り組めるよう毎週末、両親が滋賀県まで片道2時間をかけて送迎してくれていました。しかし大学に進学する兄への両親への負担を身近で感じていた私は、これ以上両親に迷惑をかけるわけにはいかないと考えるようになりました。そして高校進学時から自立ができるトヨタ工業学園の入学を決意しました。自分なら難なくやりきれる、そう自信を持って入学した学園。しかし学園には自分の想像以上に辛いことが待っていました。中学までは体験したことなかった縦のつながり、厳しい訓練、寮では自分一人で全てのことをやらなきゃならず、入学当初はギャップだらけの日々から今すぐ逃げ出したくなったことを覚えています。高等部松井良樹。そんな思いの中、私は硬式野球部に入りました。私の小さい頃の夢でもある甲子園出場を目標に練習に励みました。毎日の厳しい練習に耐え、先輩に負けないように必死に食らいつく。そんな毎日は辛くもありましたが、とても充実していました。指導員や先輩にアドバイスをいただき、真似しもがき続けながら、やっとの思いで掴んだレギュラー。
そしてついに私たちの代になり、私は主将を任されることになりました。最後の夏、グラウンドに3年生の姿は2人しかありませんでした。しかし出られないメンバーの分まで全力で白球を追い続け、全員で戦った試合だと思います。試合後出れなかった同期がありがとうと涙しながら声をかけてくれました。しかしありがとうと伝えるべきなのは私の方です。この仲間でよかった、この仲間だから最後までやりきることができたのです。後輩にどうしても伝えたいことがあります。私たち先輩はいつでもみんなを見守っているということ、どんなに辛くてもやめたくても必ず支えてくれる仲間、応援してくれている両親がいるということです。お父さん、お母さん、辛い時には話を聞いてくれ、たくさん支えてもらいました。感謝してもしきれません。今度は私が恩返しをする番です。今後立派なトヨタパーソンになり、現場で活躍することが私たちを支えてくれた方への恩返しであると胸に刻み、卒業生代表の言葉とさせていただきます。令和7年2月17日卒業生代表、高等部77期生松井良樹。健次郎、じゃあな、ユイトだよな。ユイト頑張れ、ユイト。お願いします。